Hello, this is Tonton Train. Yay, how are you today? ということでね、今日はリクエストのあったトントンのカバンの中身を紹介しますみたいなことをやっていきたいと思います。ということでね、レッツゴー。まず、カバンからですね。カバン。こんな感じのカバンを持ってます。いわゆるカメラバッグっていうやつですね。カメラマンとかが持ってるようなカバンのうちの一つで、ブランド名が PGY テックさんっていうやつですね。これ普通にこっから開けるんじゃないんですよ。この背面が開くっていう感じで、ここがこう開くって感じですね。ここ仕切りができてて、ここの好きな仕切りをね、作れるんですね。これマジックテープになってて剥がれるんですけど、好きな仕切りを作ってここにいろいろ入れていくと。だから下の段にカメラとかを入れて、レンズとかを入れてみたいなことをやります。割れたりとか潰れたりしないように、こういうカメラバッグを使って、普段は Vlog をしてます。昔は息子たちとね、一緒に歩いてたので、息子のいろんなもの、水筒だとか、その怪我した時のものとか、飲み物だ、お菓子だとか、いろんなもの持ってたんですけど、今はそこまでね、一緒に歩くってことがなかなかなくなったので、自分だけの荷物、本当機材だけみたいな感じのカバンです。まあ中身もう出てますけど、これから一つずつ紹介していきますね。で、まずは今使っているカメラですね。カメラがソニーの α6400 っていうミラーレス一眼レフ。で、本体だけなので、レンズがシグマの F1.4 のこの今撮ってるやつ、後ろがボケるような感じになるようなもので、基本的には撮ってますが、もう一本レンズを持ってて、こちらですね。これが、なんていう名前だったかな。F4 投資の18mm から 105mm の手ぶれ補正がついたレンズです。これ日本で買ったやつですね。確かラプラスの動画の時にこれで初めてズームができるっていう状態でやったやつです。で、これは近くのやつが撮れないので、ゲーム画面をね、撮ろうとするとちょっと違うんですよね。ちょっと遠くの方とか、そのゲーム画面をやろうとするとちょっとね離さなきゃいけないから、こっちの今使ってるレンズの方で、ゲーム画面とかはやるんですけど、こっちは手ブレ補正がないからブレるんですよね。そうだからね、ちょっと2つ使い分けてやってます。そしてやっぱりこれですね、トントンの帽子。ポケモンやるときはこの帽子、僕のトレードマークですね。はい、こちら今使ってるのは違うマイクなんですけど、ロードのビデオマイク GO2 っていうちょっと大きめのモフモフしてるやつのマイクです。で、これを外部接続とかにさしてやってます。で、外行くときは今はこれは使ってないですね。家の中で撮るときとかはこのマイク、大きいマイクを使ってます。で、今はワイヤレスマイクで DJI マイクっていうやつです。こういうケースがね、バッテリーになってて、ここに USB 挿して充電するんですけど、この中に、本体のレシーバーの方とマイクが2つあると。最大2人のインタビュー動画が撮れたりとか、あるいはこっちの電池がなくなったらこっちを使うみたいな感じでやってます。これが本体ですね。真ん中のが本体の方。これをカメラの方、上のプチョコンって乗っける感じで、レシーバーというかマイクですね。このちっこいやつがね。で、これ袋入ってるんですよ。で、付属品のこのモフモフをこのマイクの部分につけて、こんな感じですね。これで、実はこう見えますか、この黒いの。これが磁石なので、結構強力なね、磁石がついてるんです、これね。これを外して、例えば服の下から通して、こんな感じで、これをマイクの方をペタンとでつけると、こんな感じでつけられますよとか、あるいはカバンのその手すりっていうんですか、そのリュックのとこにこう挟めるようになってるので、こんな感じでクリップで挟めるようになってるので、ここにクリップしても使えるしみたいな感じで、外行くときは最近これで撮ってますね。ただこれ全指向性なので雑音が取れないんですよね。ここにいてもここにいてもここにもいろんな音拾うので、それは問題なんですけど、でも割と使いやすいのでこれで使ってます。 DJI マイクでした。
こちら、これがジョビーのゴリラポットですね。の大きい版の方ですね。5K だったかな。ミラーレス一眼が持てるような大きいものになってます。この足がね、ぐねぐね、こう、いろんな形に、こんな感じで変えられるので、木の上とかポールとかに挟んだりして撮影ができるというようなものになってます。で、ここの上が、はい、ボールみたいになってるので、ここカメラ乗っけるところですよ。こういろんな角度で変えられて、持ってますよという感じですね。で、ここにカメラを乗っけて、Hello, this is Don't Train みたいな感じで普段はやってます。で、これはですね、5K になると、これ、アルカスイスのプレートをつけることになってます。直接カメラをここに挿すっていうよりは、プレートを1個挟むんですね。で、今、ジンバルも使ってるので、僕はこのジンバル用のプレートを挿して使ってます。ただ今違う三脚に挿してますけど、違う三脚の方はちっこいやつ、手持ちで、ちっこいカメラを使ってた時に使ってたやつです。このちっこい方に関しては携帯を挟めるこれを使って、これ100均で買ったやつですね、日本で。これ携帯で挟んで、カメラで撮影してる自分を iPhone で撮るみたいなことをやったりしてます。で、あと他の備品がこれは ND フィルターっていうやつで、これですね。これをレンズにつけると、レンズ用のサングラスみたいなやつです。日が強い時っていうのはサングラスをかけてあげないと真っ白白の動画になっちゃうんですね。だから例えば今つけますと、はい、こんな感じで、ほら暗くなったでしょ。で、これが可変式なので、こう回していくと、ほらすごい日差しが強い時とかこんなんにして、で日差しが弱い時はこんな感じで調整したりするようなサングラスですね。家の中でやる時には必要ないですね、これね。はい、こんな感じです。ND フィルター使ってます。で、これが僕が持ってる一番新しい機材ですね。ジンバルです。これね、すごいちっちゃいんですよ。今までのこんでかいんですよ。ここで持ってた感じ、すっごい大きかったの。ゴーフェスのベルリン行った時、大きいの持ってたので、それの最新機種のちっちゃい版みたいな感じのやつです。DJI の RS3 ミニってやつですね。こんな感じです。で、液晶になってて、いろいろいじったりとかするような、こんなサイズなので、カバンがすごく軽くなったよっていうやつですね。で、これ備品があって、これはこんな感じで足になってる部分ですね。これをネジでこう回してあげて、足代わりにこう立てることもできるし、こうやって持ってやるときにも使えるしみたいな感じです。で、これは今部品を外してあって、こちらこれをつけてやるんですよ。これつけるとね、こう飛び出しちゃうので、横にカバンに入れるときにちょっと邪魔なんで今は取ってます。で、これのいいところは軽いっていうところと、電池をこう大きいやつってね、このバッテリー、ここがバッテリーなんですけど、ここが取り外せるようになってるんですよね。で、バッテリーを交換するとかあるんですけど、それが重いんですわ。そんなに電池いらないってことに気づいたので、もうくっついてて離れなくて小型のにしてあります。で、軽いっていうのが一番いいっていうこと。あとこれはね、縦にカメラを置けて、いわゆる TikTok とかインスタのリールとかも一眼で撮れるっていうようなものです。まだミラーレスとか使わない限りこれは必要ないんですけど、特に僕は今使ってるレンズが手ブレ補正がないので、ちょっとねブレッブレになっちゃうので、これを買いました。だから前の動画、この1個前の動画は綺麗にブレてない動画になってると思うんですけど、これ DJI RS3 ミニっていうものを使ってます。はい。ドローンですね。で、ドローンもこのカバンに入らなくはないんですけど、ドローン撮影する時ってドローンしか持っていかないので、このカメラ持っていかなかったりするので、別の専用のバッグに入れてます。ミニサイズ、手のひらサイズです。全然ちっちゃい手のひらサイズのドローンです。去年いろんな動画上げてますけど、このレンズカバーを外して、ちなみにここにはドローン用のこれ ND フィルターをつけてます。これもね、日差しが強いとね、全然映んなくなっちゃうので、専用のレンズを買いました。
でここの羽を保護するやつを取ってこんな感じですね。でこの上を、広げて今度下がひっくり返ってくる感じで広げて、はい、これで完成形ですね。でドローンっていうのはこれだけじゃ飛ばないんですよ。これコントローラーが必要なんですね。でこのコントローラーミニ2の場合はスマホを使ってここにスマホを挟んでスマホの画面でアプリを通してこうどう撮影するかみたいな、ラジコンみたいな感じでここのピンみたいなのも下に入ってるのでここからピン見えますか。でこれをここにネジを回して刺してあげて、今片方しかついてないです。これでラジコン操作みたいなことをすると。でここにねケーブルが入ってるのでこのケーブルを1個抜いて、僕は iPhone なんで iPhone に挿してこんな感じでやりますよっていう感じですね。で、アプリを通じるとここにドローンが映してる画面が出るのでそこで録画停止とか写真撮るとか、こっちで高さ上げたりとか方向変えたりとか、しながら操作するって感じです。これが DJI のドローンですね。カメラちっちゃいんですよ。ね、だから DJI って確かねこれぐらいのカメラがついてる自撮り用の Vlog 用のカメラってあるんですけど、だから DJI はねこういうカメラのジンバルの機能がねすごいんですよ。ぜひね DJI っていうねカメラ興味ある方は知ってるかな。これからカメラやろうと思ってる方 DJI ってこんなちっちゃいカメラでさ Vlog できるんだから便利じゃないですか。だからこういう一眼買わなくてもこっちでもいいよっていうような人はちょっと探してみてください。であとはどっか行って編集するなんていう時はこのカバンの中のこの仕切りがある方の反対側ここですね。ここを開けるとiPad なり何なりが入るスペースでここは、MacBook Air が入ってます。 M1 チップが入ってるやつですね。これで編集してます。編集機材はまたどっかの機械でアップしようと思いますけど、これにモニターつないで、キーボードとかいろんなものつないで編集環境を整えてるんですけど、とりあえず MacBook です。でこの MacBook っていうのはですね、わかりますかこれUSB-C の端子が2つで反対側は見える？いえ、これイヤホンしかないんですよ。だからこう穴が2つしかないので、そうするといろんな機材ですよね。モニターとか映らないので映すことができなかったりとか、メモリーカードが読めないとかっていうことになるので、これを使ってます。カードリーダーとか、ここはカードですよね。はい。でこれがマイクロ SD カードが読めるやつで、ここが USB-C が入るやつで、反対側は、まだ機材として USB-A 型が結構あるので、それが3つと、これがHDMI だからモニターを映す時のやつです。でこれ1個つなげるといろんな機材がつなげられるようになりますよっていうようなやつです。でもう1個の端子は何に使うのかさあ充電用とかそんな感じになります。こっちでも充電できるんだけどね。でライブ配信するときはこっちにいろんなカメラとか、モニターとかいろんなものつないで頑張ってやっております。これ1台でやってるんだよ。すごくない？今の時代すごいよね。はい。スペースグレーの MacBook Air です。今新しいのは M2 とかっていうのが出てますけど、その一歩前のやつですね。はい。備品ですね。ここ横を開けるとこんな感じで、ここに X 線とかスキャン的なことができないようになってる、袋が入ってます。だからここにパスポートを入れるとか、日本帰るときとか、あるいは必要であれば銀行のカードで入れたりとかするようになってます。僕の場合大体入れてないです、これはね。そんなとこ入れるの危険なんでね。はい。で、この下も実は開くんですけど、こんな感じになってるんですよ。わかります？これ何入ってるか想像つきますか？これはバッテリーが入ってるんですね。カメラのバッテリ
なので背負ってる時も横からヒュッて出せる。でなくなった電池をここに入れて分かんなくなっちゃうじゃないですか、どの電池が空なのかっていう。そういうのが分かるようにこれを下げると赤になるんですね。だからこれは空ですよみたいな感じにこうやってできるんですよ。これがねすごく便利です。で常に電池は3つで、カメラに関してはミラーレス一眼に関しては持ち歩いてます。はい、でこの反対側も実は開くんですねこれ。はい、でこっちには、カメラをレンズを掃除するようなカメラ用のペンっていうんですかね、こういうのが持ってます。でこっちをヒュッてやるとブラシが出てきて、ブラシですね、これでレンズをヒュッヒュッヒュッってやったりとか、フーって息でやるのがね危険なんですよ。なんかこれでヒュッヒュッヒュッって掃除したりとかするものを持ってます。であとは、AirPods ですね、編集の時に絶対使うやつ。まあどっか Vlog しに行く時はこれ持ち歩かないですけど、どっか泊まりに行くとかなんか作業しに行く時はこれを持ち歩いてます。であと実はこっちの反対側にチャックがあって、でここには予備でこれ USB で充電できる、コンセント挿して充電できるようなやつとか、あとはレンズを拭く布を一応持ち歩いてます。で、後ろ側に背中の部分ですね、ここにも実は隠しポケットが2つあって、こっちにはバッテリーを入れてます。これ必須ですね。でちなみにこれはアンカーのバッテリーですね。はい、2つ挿してるやつ。まあこれあれば1日2日は持つでしょうっていうバッテリーですね。で反対側には、USB ケーブルが入ってるという感じですね。でこのカバンを買った時っていうのは実はですね、大きいジンバルを持ってたんですよ。でこれのすんごい大きいバンを持ってたの。これは今中に入れられるんですけど、ここに入るんですけど、前のは入んなかったの。だからこのカバンを買った主な理由は、このカバンが拡張できるんですね。はい、だからここにジンバルを入れてものすごい重い装備で歩いてました。ここを開けて、カバンがちょっと拡張するんですね、こんな感じで。横から見ると結構膨らんだ状態になります。今は使ってませんけど、これ結構丈夫なんですよ。で撥水加工で蒸れないし結構便利で、でも撮影じゃなくても衣服入れてカメラをちょこっと入れるっていうだけでも全然使えるし、ちっちゃなスーツケース分、一人旅行だったら1泊2日、ないし2泊3日ぐらいだったら全然これでカバン一つでいけちゃうかなと思ってます。はい、普段はもうちょっとねバッテリーじゃないケーブルを持ってたりとか USB のハブを持ってたりとか、いろんなものもうちょっと持ち歩いてるんですけど、あと水筒とかね、いろんなのあるけど、大体こんな感じの僕の荷物の紹介でした。ちょっと簡単すぎたかもしれない。僕が持って今紹介したものすべて概要欄に載っけときますので、もし興味ある方、カメラどうしようかなとか思ってる方とか、マイクどうしようかなとか、こういう機材なんだろうなみたいな悩んでる方、トントンは何使ってんだろうみたいな気になった方はぜひクリックしてって調べてってみてください。はい、こういう動画またもっと見たいみたいな、トントンにやってほしいこととか例えばありましたら、トントンクエスチョンっていうハッシュタグをつけてね、Twitter、Instagram で投稿してください。でそちらで質問に答えたりとか、こういうのやってくださいって言われたもの、やってみようと思ったものはやってみようと思うので、ぜひね、そのうちの一つがこれです。これちょっとリクエストだったのでやってみました。なので別のこともちょっとね、ちょこまかリクエストいただいてるので、そっちもやってみようと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、この動画楽しんでいただいた方、ライクボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。